はいどうも皆さんこんにちは。起動配信エリックです。今回はこちらの13 minutes ミッションオプションパーツセット11大型キャノン&アームユニットを使用して機体を組み上げていきたいと思います。それではレッツカスタマイズ。まずは頭部パーツ。オプションパーツ11に付属の頭部をそのまま使います。せっかくなら新規形状の頭部を使いたいですからね。側面と後ろの穴はランナーで埋めておきます。次は胴体。ラビオットの胴体にラビオット用オプションアーマーとアルト陸戦仕様のパーツを取り付けます。サイドアーマーはそのままだと干渉するので取り付け部分を延長してあります。腕パーツ。オプションパーツ11の大型アームをパーツの取り付け位置を一部変更して使います。3mm 穴はランナーで埋めておきました。足パーツ。アルト陸戦仕様の足パーツをほぼそのまま使います。変更点は穴埋めとディティールパーツを取り付けただけです。バックパック。アルト陸戦仕様のバックパックを中心にラビオットのバックパックを2つ、オプションパーツ10のプロペラントタンクとブースター、カスタマイズマテリアルのパイプ、オプションパーツ11の大型キャノン2つを組み合わせます。ラビオットのバックパックとプロペラントタンクはそのままでは組み合わせることができないので加工してあります。そして大型キャノンにはジョイント用の隙間が多くあるのでランナーでできる限り埋めました。武装の大型ガトリングを作ります。オプションパーツ11の大型キャノンとアームユニット、オプションパーツ10のプロペラントタンク、カスタマイズウェポンズのガトリングの重心を組み合わせます。スコープパーツはラビオット用のオプションウェポンのものですが、そのままでは取り付けられないので取り付け軸を加工しています。最後に追加パーツを作ります。基本はオプションパーツ11のパーツで構成されていますが、ランナーを使ったリングパーツやアルト陸戦仕様の履帯なども使用しています。それでは塗装に移っていきましょう。まずは下地として全体にクールホワイトとウィノーブラックを1対2の割合で混ぜたグレーを全体に塗ります。次に RLM23 レッドを塗装。グレーを残したい部分にマスキングをしておきました。続いてバーニアや重心などにホワイトシルバーを塗装。最後にメインカラーとしてブルー FS15050 をボディ等に塗装。細かい部分塗装やデカールを貼って完成です。というわけで13 minutes ミッションカスタマイズラビオットハーキュリーカスタムの紹介でした。今回の動画は以上です。